連絡を受けた和夫は、みゆきを連れて、一目散に勝浦までやってきた。そして、その時初めて、偶然迎えに来ていた、高志の存在を知ることとなった。こんな形で申し訳ありません。久美さんとお付き合いさせていただいてます。日下と申します。父さん、私から説明するきん。和夫は、久美から一通り事情を聞き終えると、高志をまっすぐ見つめて、きっぱりとこう言った。まだ、籍を入れてのうてよかった。どうか、娘とは、別れて使い。みゆきも同感だった。わざわざ子持ちの男に娘をやらずとも、田舎には、久美のことを一途に待っている、山川がいる。みゆきは、初婚で仕事も安定していて、人一倍真面目な山川と、一緒になってほしいと心から願っていた。もう少しだけ話をさせてください。高志はすがるように和夫に言った。もうこれ以上、わしから何も言うことはないきに。和夫は最後にそう言うと、店主の方を向いて話を続けた。うちの娘が長らくお世話になりました。事情があるけん、急でご迷惑をおかけしますが、今から連れて帰ります。和夫が挨拶を終えると、みゆきは持参した菓子折りを店主に渡し、深々と頭を下げた。久美ちゃん、とりあえず一回帰って両親とゆっくり話した方がええわ。店主はいつもの笑顔で久美に微笑んだ。和夫とみゆきは改めて深々とお辞儀をし、久美の手を取り、店を後にした。凍りついたような沈黙のまま、三人は黙って歩き続けた。ほどなく、久美の住むアパートに着いた。和夫は胸ポケットからタバコを取り出し、少し考えた様子で一服吸い出すと、ようやく重い口を開いた。久美、あの男はいかん。あの男とでは、お前が不幸になるな。父さん。みゆきは、突っ立ったままの久美の背に手を当てた。久美、こらえてな。父さんの言う通りで。あん人とはうまくいかん。普段は何も言わないみゆきが、心配そうにそう言った。自分が知らない間に、どれほど両親に心配をかけていたのか。久美には十分分かっていた。それでも孤独な高志を一人置いてはいけなかった。その後ろから高志が追いかけてきた。お願い、父さん。あん人、どこにも行くとこがないきん。そやから。みゆきは辛そうに泣く久美を見つめて、ぐっと目を閉じた。父さん。久美は今度こそ、どこぞに行ってしまうわ。久美、家の鍵を開けんか。和夫はみゆきの話を遮るように言った。父さん。久美はすがる思いで叫んだ。もうすぐトラックが来るきん、
荷造りせりゃいけん。そなけん、鍵を開けんか。久美は仕方なく鍵を開けた。和夫は久美の居場所が知れると、すぐに連れ帰れるよう、アパートの家主に事前に話をつけ、トラックの手配まで済ませていた。和夫は辺りを見渡し、久美の荷物らしきものを見つけると、手当たり次第に段ボールに詰め込み始めた。それを見ていたみゆきも慌てて荷造りを始めた。呆然と立ち尽くす久美と高志には目もくれず、あっという間に荷造りを済ませた和夫は、窓を開けて2本目のタバコに火をつけた。草加藩言うたかね。はい。玄関先に突っ立っていた高志が答えた。あんたは、タバコ、吸いよるか。いいえ、結核してからやめました。そうか。そう言うと、和夫は一息ついてタバコをくゆらせた。段ボール、あと3つある。それで足りるか。え、高志は耳を疑った。このまま組だけ無理やり連れ帰っても、母さんの言う通りやきん。話がつくまでは、うちにおったらええ。ほんまですか？和夫は外の景色を見たまま黙っていた。ありがとうございます。高志は和夫の背に深々と頭を下げた。その様子にほっとした久美は両親に連れられ、田舎に戻っていった。そして高志を乗せたトラックもまた勝浦を後に久美の実家に向かっていった。